突然です。ワンモンです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、言っちゃいけないこと、食べちゃいけないもの、飲んじゃいけないものなんかの話をしておる番組でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで昨日は、何をしてたかと言いますと、エンタの神様の収録がありまして、当然新ネタでしたので、もう本当にギリギリまでね作ってましたね。当日スタジオに入ってずっとギリギリまでというかね、最終的に詰めてやって、本番をやっておりました。その間に結構入り時間早かったんで、まあもうギリギリというかね、結構早めに仕上がって、やっておったんですが、その、ね、収録までの間がどれくらい空いたかな、結構空いたんで、ゆっくりやってたんですけど、こう楽屋のテレビで昨日は何ですか、音楽の日なので TBS の音楽の日をみんなで見ておりました。ということで、その音楽の日のね、ファンモンの日ではないですけど、音楽の日の話をちょっとしたいかな。とてもね、ところどころでしか見てなかったんですけども、豪華な出演者ね、誰が出てました？桜井さんでしょ。ミスチルの桜井です。ミスチルの桜井です。ね、ザコシのある桜井さんとザコシのある桜井さんねと、ミーシャ、それから誰だ？愛さん、グレー、柴咲コウさん綺麗でしたね。森山直太朗さん、ゆず、菅氏香さんのとこは見てなかったな。サンボマスターも見逃しちゃった。キスマイフット2、小林武史さんね。小林武史さん昔あれやってましたよね。オールナイトニッポンやってましたよね。僕ね、小林武史さんのオールナイトニッポンなんかね、ちょくちょく聞いてましたね。そこがファンキーモンキーベイビーズ、ゆずね。あと岸谷香織さんってあれですね。プリプリの、イエンタウンバンドですね。ところどころでしか見てなかったんですけど、これを見てて最初にあれって思ったのは、こう若い世代、いわゆるというか、20代20代が直撃してるようなアーティストが出てないですよね。だからそれこそ誰ですか、YOASOBIとかね、グリーンとか、キングヌーとか、オフィシャルヒゲダンディズムとか、米津玄師さんとかね、それから例えばビッシュとリサであるとかね、その辺今をときめくというかね、もうちょっと若い世代の人に刺さるというかが見てきたあいみょんであるとか、そういった世代のアーティストが出てないなっていうのをね、こう見てて思ったんですけども、これはどういうことなんだろうかとね、なぜ出ていないのかっていうことを僕は見てて思っちゃったんですね。これ一つは制作側が見たいエゴというかね、制作陣が直撃した世代とか、それこそ2011年にこう一番聞かれてたところっていうわけでもないですもんね。しかしファンキーモンキーねとかは多分13年解散なんで、2011年当時よくかかっていた、よく聞かれていたところなんだろうとは思うんですけども、今のね、それこそアドとかね、
なぜそういった若い人、アドが出てきて歌うってことないでしょうけどもがなぜ出ていないのかなっていうのを考えた時に、作ってる人が年寄りばっかりなのか、テレビを見てる世代が刺さる、いわゆる4、50代ですね。30後半というか4、50代じゃないですか。なのかなと思ったんですけど、これはね、もう一歩踏み込んで考えて、今の世代っていうのは10代20今の10代20代の人らに伝えたいことね、伝えていくことも音楽の力でもありますからね。昔の名曲がずっとカバーされてとか歌い継がれていくみたいなことがあるので、そういう意味で近い世代ではありますが、そういったチャラさんとかね、グレイとかでもそうです。東川さんとかそうです。宮本浩二さんは出しててちょくちょく出てはいますが、そういったレジェンドの一歩で、レジェンドといえばレジェンドですが、その一歩で若い世代からしたらちょっと背伸びした世代というか、衝撃ではないですけどもね、そういった若い人へのメッセージなのかなというね、というのも思って見ておりましてね。でも単純に数字視聴率を取りに行こうと思う。昨日のあれがね、音楽の日がどれぐらいの数字だったか分かりませんが、単純にそういった若い老若男女取り入れようとしたら、そういったね、今をときめくそれこそリサさんとかね、米津さんとか出てても不思議じゃないんですが、そういったところをね入れなかったのには何かやっぱりそういう意味があるのかなと思いましたね。別にそこを否定するとかじゃなくて、上の世代大人が聞いているものってこんなに重厚で、かといってね、若い子が聞いてるのがペラペラかって言ったらそうでもないんですけども、そういったものを伝えるのもある意味テレビ番組の役割なのかなとは思いますね。だって YouTube だったら本当に見たいものしか見ないでしょ。で関連動画もね似たようなものしか上がってこないっていう状況を考えると、じゃあ一体どこでそういった例えばファンキーモンキーベイビーであるとかユズであるとかね、グレーの曲であるとか菅氏香さんの曲であるとかそういったものはじゃあどこで見聞きするんだね、ってなった時に YouTube ではないですよね。どっかで聞いて YouTube でさらに聞くってことはあるでしょうけど、普段そういったところを聞いてない人がじゃあどこで出会うのかといったら、やっぱりテレビの力ねっていうのは計り知れないとね大きいですよね。あとはラジオですね。ラジオで刺さるっていうのは本当によくありましてね。僕あれは中学ぐらいだったかな。中学だったと思うな。13、14ぐらいの時だと思いますよ。FM 三重でリンドバーグの渡瀬真希さんがずっとレギュラーをやっておりましてね。三重出身なんですよね、渡瀬真希さんって。で、日曜日にやってたな、日曜日に。それをね、本当に好きでよく聞いてて、そこで、いろんな、ね、人の曲をかけてて、それで知ったっていうのは大きかったな、大きかった。ね、そういったところで、今、ラジオで、ね、曲に出会って、本当に、ベイエリアからね、リバプールからこのアンテナがキャッチしたナンバーみたいな振りですよ、ね。そういうのがあるので、テレビで今の若い子らが聞いてこれなかった、世代的にねこう通れない道はあるわけなんで、そこを解放してるというか見せてあげるっていうのもやっぱりテレビの役割の一つなんだろうなとは僕は思って見てましたけども、やっぱりねファンキーモンキーベイビーズが
ちょっとね3人揃って久しぶりにやってる姿っていうのは、僕は全然直撃でもめちゃくちゃ聞いてたわけでもないんですが、なんかやっぱいいなって思いましたね。あとはね、プリプリの奥井か、今は岸谷薫さんですか。もうね、みんな年いってなかなか高音が出なくなっちゃってとかね、声量が出なくなっちゃって、癖の強い歌い方してるなみたいなのは思って見てましたが、良かったですねっていうのを思っちゃったね。だからもっとその辺若いというか今の人らももっと出てもよかったのに、なんかあるんかな、あの人らが出るところに俺は出ないよみたいなのは昔はねめちゃくちゃあったと思うんですよ。でも最近そういうのはないでしょ。でもそうかといってね、見たいなって思いますよね。特に星野源さんなんか出ててもとか思っちゃったり、それこそねグリーンなんかね出てきてても菅田将暉さんがおってもとかね思いましたけど、それこそそうだクリープハイプとかね出ててもよかったのにとは思いながら、まあそういうことだったのかな。こうね若い世代にこう一世代二世代上の音楽家アーティストをね見せる機会でもあったのかなと思って見てましたが、蓋を開けたら分かんないですよ、やっぱり YouTube 見てたりとかね、でもそこそこニュースや SNS で話題になってたんで、なんだろうっていうんで、まあねその下の世代にも伝わったことがあるのかなとは思ったら、まあそういうキャスティングだったのかなとは僕は思って見てました。逆の場合だとなんか例えば Ado さんが話題で住んでちょっとワイドショーで取り上げて、コアターゲットじゃないところ、つまり4、50代60代おじさんおばさんらにね紹介するみたいになっちゃうと、若い子はこんなことやってますよみたいなそういうスタンスで報道で取り上げられちゃうんじゃないですか。そうじゃないね取り上げ方というか伝え方ってもっともっとあるんじゃないのね。だから音楽の日はその逆ですよね。若い20代10代20代の子に1世代2世代の上のねアーティストを知ってもらう機会でもあったのかなと。復興がねメインでやってたあれですけども、そういうなことも思ってみておりました。ということで今日は音楽の日のね感想というかねまああれですね、チャラさんがね久しぶりに見たなーって思いましたね。で全くね昔の感じじゃなかったんで、声がねやっぱり続けること、そういうのは大事だよねって思って見てました。でも良かったですね。なんか懐かしいなとか思いながらも見ておりました。音楽の日の話でした。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。